はい、ミニッツ開発リーダーの岩崎です。今日はですね、先週に続いて、MR03 エボのボディの選択ということなんですが、前回ですね、ナローシャーシー、ナローの MM2 と、トヨタ86の MF ゴーストバージョンですかね、あちらの組み合わせでご紹介したんですけれども、今日は、同じ03エボの、20周年記念のもう1個の種類のこちらですね、ワイド MML8500KV という方を紹介するんですが、その前にちょっとこの MML っていうのが実はちょっと特殊なので、一般的なワイドの説明から始めさせていただきます。これの前にですね、シャーシいくつか出してるんですけど、ワイドの MM というものがあるんですが、そちらがまず一般的なので、前回ですね、競争のホームページのサポートページから、こういう表を、ご覧になっていただいたかと思うんですが、で前回はですね、この一番下のナロー MM2 というところをご紹介したんですけど、今日はですね、この一番上のワイド MM シャシーという、品番が32790792797というものが、そのワイド MM というものに該当するんですけれども、これらのですね、普通のワイド MM、のシャーシーに適合するボディということで、こういうふうに一覧があるんですが、今日はですね、その中でも、この、ちょっと、あれですね、行き過ぎちゃうんで、これですね、ちょっと拡大すると、これ、これホワイトボディですね。MZP の241というメルセデスの AMG GT3 という、ちょっと今日持ってきてます。こちらなんですけど、こちらのボディを、乗せてみようという感じなんですけど、前回同様ですね、ここに MR03 ワイドの MM と書いてありますね。ここです。こちらはですね、このワイド MM シャシーに適合します。で、実際にですね、このちょっと交換作業はですね、前回やってますんで、作業自体は同じなので、ちょっと割愛させていただきますけれども、これがワイド MM というシャーシーの、標準、最も標準の形ですね。で、それに、このオートスケールを乗せてみようという感じで、実際に前回と同様ですね、ホイールとかを外してボディマウントをつけた状態で、つけると、このようにですね、ワイド MM 状態で、前回と違ってこのホイールベースが 98mm で、幅も広いワイドシャーシーという感じで、これが最もオーソドックスにそのまま本当に乗る形になります。はい、でこれがMM という一番オーソドックスなやつなんですけども、今度はですね、このピンクというか、一応うちでは赤っていう扱いなんですけど、実はこれこの32795という品番ここにあるんですけど、これがこの MML というちょっと特殊なバージョンで、こちらの適合表でもこの MML は1個だけ本当に795だけのスペシャルの適合表があるんですね。で実際この MML っていうのは何が違うのかっていうと、このオプションのモーターマウントを組んでるおかげでですね、ちょっとこのデフシャフトが通常の MM のものよりも長いんですね。片側で 2mm、トータルで 4mm 長いんです。ちょっとこの状態だと見づらいかと思うんですけど、実際これ本当に 4mm 長いです。なので、ちょっと勘のいい方はお気づきかもしれないですけども、同じオフセットのホイールを組むとですね、こちらに比べると 2mm 外に出ちゃうんですね。そのこともあってですね、このように黄色で分かりやすくしてますけれども、MML にこのワイドのボディを乗せようとするとですね、リアのホイールが、使えなくなるんですね。簡単に言うとオートスケールのホイールが。なのでそれに伴って、マイナス 2mm、片側マイナス 2mm のオフセットが必要になるので、その必要になるホイールを、この黄色の塗りつぶしで書いてます。これ例をマルチオフセットホイールにしてますけれども、この品番のホイールをですね、リアの
ホイールに用意していただく必要があります。で、今回ですね、この MZP241 でメルセデスなので、ここですね、この MZH131W、ハイフン、W1、もともと標準のオフセットがここに書いてあるんですけど、3なんですね。プラス3というオフセットがついてるんですけれども、そこから2ミリマイナスするので、プラス1になります。まあ、トータルでは3ミリ広いのは同じなんですね。ノーマルだと、まあ、シャーシー0に対してホイールがプラス3。で、MML だと、シャーシーの方でプラス2。で、もう、プラス1をホイールでやるということで、トータル3ミリ広いのは一緒なんですけれども、シャーシー側ですでに2ミリ広いので、ホイールは1ミリだけ広いやつを使うと。そういう意味ですね。まあ、3に対して1を使うという指示になっています。それでですね、まあ、実際に、この元々のホイールを、この MML に組むと、まあ、どうなるかっていうのをですね、ちょっとお見せしたいと思います。まあ、ちょっとですね、時間の短縮と、見やすさという意味で、ちょっと片側しか組みません。時間の短縮ならこのボディマウントもつけとけよと言われるかもしれないですけども、実際にですね、まあ、見てもらうのが一番分かりやすいので、そのオフセットで広くなるって何やねんみたいなところあると思うんで、車体の右側ですね、右側のホイールを、今ちょっと取り付けるようにいたします。はい、まずはちょっとそのオートスケールのホイールをつけてみます。すると、こんな感じでですね、フロントはまあで何も変わらないんで大丈夫なんですけれども、リアが、広い、シャーシー側で広いのにもかかわらず、さらにノーマルものをつけると広くなりすぎちゃってですね、まあこれ、割とボディに入ってるんですけど、もっと本当にガーンと出ちゃう車種もあるんですね。で、まあ実際にはこれもうすでにボディに当たってるんで、全然こうストロークできない状態なんですね。なんで、もともとプラス3なんですけど、まあ、シャフトが2ミリ長いので、2ミリ引っ込ませる必要があるんですね。はい、ちょっとまあこの状態を見ていただくと、本当にこのつらつらでもうボディに当たってる状態です。これをその指示にあるですね、マルチオフセットホイールのホイールに変えます。これがそのマルチオフセットホイールなんですけど、ここにちょっと刻印があって、ダブルの1っていうのが見えると思うんですけど、ここの刻印ですね。見えないかな。ここにダブルの1って書いてあるんですけど、まあこの品番の通り買っていただければ、このワイドのプラス1というものが、手に入ります。はい、そしてはい、
ノーマルのですね、プラス3から、プラス1に変更しました。そうするとですね、はい、このように、ちゃんと、アーチというかですね、車体の幅よりは、ちゃんとこう、使える位置に引っ込みましたね、さっきよりは。さっきはもう本当にボディのこのフェンダーの面と、つらつらか、ほんのわずかにちょっと出てたぐらいだと思うんですけど、まあ、2ミリ引っ込んでいるので、こういう感じで。こういう感じですね。はい。まあ、こっちついてると分かりやすいのかもしれないですけどね。そういう感じでですね、この MML というシャーシがものすごくちょっとまあ特殊なので、まあ、あえてこの適合表でも1個だけ分けて書いてます。なので、メルセデスだけじゃなくてですね、全部そうなんですよ。リアのホイールに対して全部マイナスオフセットに変えていかなきゃいけないので、そのどのボディが、どのホイールが必要かっていうのをこのように黄色で書いてますんで、実際のですね、ノーマルのオフセットに対しての新しく必要になるオフセットとその品番のホイールを書いてます。なのでですね、この MML に該当するチャーシーをお持ちの方はですね、ぜひこの MML というところの適合表を使ってですね、まあ、ボディ選んでいただき、リアホイールは必ず必要になりますので、まあ、そのホイールを、間違いなく選んでですね、装着していただければと思います。まあ、ちょっとこんな感じで、まあ、ワイド MM と、ワイド MML の違いを今日は説明いたしました。はい。なので、皆さん間違いなくですね、この MML を検索していただければ、ご自分の写真に適合する、オフセットなどをご確認いただけます。